前回の動画では Next.js の開発サーバーが表示できないトラブルがありました。今回は私がどのようにトラブルシューティングを行うかご紹介します。もっと効率の良い方法もあるかと思いますが参考程度に止めておいてください。またアンプリファイモックが成功しないトラブルは引き続き情報をお待ちしています。それでは実際に調べていきましょう。Docker ファイルを開きます。まず初めに前回の動画での間違いを訂正させていただきます。14バスターと修正しましたが、その必要はありませんでした。16バスターに戻しておきます。Dev コンテナ JSON ファイルで指定されたバージョンになるため問題ありません。そしてなるべく色々な要素の影響を排除するため最小限の環境にします。追加でインストールしているものをすべてコメントアウトします。コマンドパレットからリビルドします。開発サーバーが表示できないトラブルが再現するか確認します。Next.js プロジェクトを作成します。カレントディレクトリを移動。開発サーバーを起動。しばらく待ってみます。コンパイルが途中で止まっているようですね。ここで最近まで表示できていたという実績があります。環境の影響は排除してるので、Next.js のバージョンアップの影響が一番疑われます。パッケージ JSON を開いて、Next.js のバージョンを確認します。GitHub のバージョンを確認してみましょう。タグズをクリックしてリリースを追いましょう。プレリリースはとりあえず飛ばします。V11.1.2 がありました。現在ここで失敗です。次に20日前の V11.1.1 がありますね。これを試しましょう。パッケージ JSON を変更、保存します。パッケージのインストール。再起動。V11.1.1 もダメですね。同様にこの操作を正常に開発サーバーが表示されるまで繰り返します。次に V11.1.0 を試します。これはダメですね。次は V11.0.1。おっと、ビルドページズと次のコンパイルに進みましたね。表示ができました。V11.1.0 から V11.0.1 に不具合があるようです。これで不具合が解消されるまでバージョン指定を使用すれば問題解決です。ですが、一応プレリリースのどこで不具合が紛れ込んだのか確認します。V11.0.2 かなり31がプレリリースの最大なので半分の1くらいの V11.0.2 かなり15を試します。正常に表示できました。また半分1くらいの V11.0.2 かなり25。これはコンパイルが途中で止まってますね。
次は V11.0.2、かなり、20。これもダメです。V11.0.2、かなり、17。これもコンパイルが途中で、止まりました。残りは V11.0.2、かなり、16。つまり V11.0.2、かなり、16が、正常なので、V11.0.2、かなり、17に、原因がありますね。一応どんな変更を加えたか、眺めてみましょう。フィックススクリプトビフォアインタラクティブオンナビゲーション、が、臭いですね。これ以上は新入りはしないようにします。ご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録よろしく、お願いします。高評価ボタンいただけるとすごく嬉しいです。